ベトナムに2年半住んでみました。ベトナムが危険なのかどうか、この動画で紹介していきます。自然が好きなので、これまで住んだ都市はブンタウ、ダラット、ニャチャンになります。以前は大阪中心に住んでいたので、都会の空気が恋しくて、月1でホーチミンに行っていました。日本のものが恋しいので、主に買い物と美容室とマッサージのために行っていました。田舎で生まれ育ったので、住むのは地方都市が大好きです。1997年は中国の西安に7ヶ月住みました。当時はよくひったくりにあったり、留学生失踪があったり、値段交渉しないとぼったくりにあったり、なかなかハードでした。渡航後3ヶ月は謎の咳が止まりませんでした。中国人に聞くと今はとっても良くなったそうです。それに比べるとベトナムではとっても体調がいいです。値段交渉については交渉しようとすると、じゃあ売らないと売り手がとても強いです。ベトナム人は全体的に自信がある人が多くてとってもかっこいいです。値段交渉は中国式と笑顔でやっていると人によって大きく負けてくれることもあります。家賃は交渉するとだいたい1、2万円ぐらいは下がります。ぼったくりはされたとしても100円ぐらいでほとんど経験しませんでしたが、タクシーではよく回り道とかわざと道を間違えられたりします。そういう時はベトナム語は話せませんけど、低い声でちょっと怖そうに英語で話して正規料金だけ払います。グラブタクシーやバイクは全然大丈夫だそうです。昔の中国ではひったくりによく会いましたが、ベトナムでは一度もないです。でも大都市の人混みではひったくりがあると聞きます。危ないといえば、ニャチャンでスノーケル中に突然潮の流れが変わって溺れて死にかけたことがあります。救命胴衣と海を過信しすぎないこととベトナム語が必要だと思い知りました。そして通称やけど虫の分泌液に知らないうちに触れてしまって、生まれて初めて歩けなくなったのは恐怖でした。でもその虫は日本にもいるらしいし、溺れることも日本でもあるので、ベトナムがどうだっていうことではないですね。あとはダラットは標高が高くて紫外線が肌を刺すように強いので、しっかり肌を守るのが大事ですね。日本では自転車に乗っていても何度か時間にあったので結構危なかったんですけど、ベトナムでは全然ないですから、日本より安全かもしれません。ただホーチミンなどはバイクが歩行を走ってたりするし、ホーチミン以外でも交通がちょっとワイルドなので、そこは危険かもしれません。でも全体的に見てベトナムはとっても安全だと思います。8月からロックダウンが14日間延長されてしまったんですけど、私は時々食料が手に入らないのとビールの飲みすぎが危険ですね。私の問題です。でも全体的に見てベトナムは最高です。